日本だとなかなかこういう道出てこないかもしれないけど、いい日常ですね。飛びます。はい。ジャンプします。これ普通に出くわさない車道ですよね。普通に乗って大したもんだと思います。皆さんこんにちは。 CG オンエアをご覧いただきありがとうございます。今日は北海道の十勝、三菱自動車の十勝アドベンチャートレイル、ここはテストコースなんですけれども、ここで新型トライトン、アウトランダー、デリカ D5、そしてデリカミニ、この4台の試乗をさせていただけるということです。あとですね、三菱自動車の社員にして世界のラリードライバーである増岡宏さんの、道場走行もあります。今ちょっと見えたかな。お楽しみに。はい、三菱、今日はトライトンの試乗で十勝アドベンチャートレイルに来ています。隣に、三菱自動車の商品力評価部、よろしいですよね。はい、岸上さんに乗っていただいております。岸上さんは、早く言ってしまえばテストドライバーということですね。はい、よろしくお願いします。もうこのコースは熟知してらっしゃる。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で今ちょっと気づいたんですけど、シートがこれ電動なんですね。こういうところでちょっと前にしたい後ろにしたいって時いいですね。オフロードであれでやるとダダダダっていっぺんに全部いっちゃうのでじゃあそこでいきます。でモードが 2H、4H、4HLC、4LLC とありますけど 4H でいきます。はい、4H ってことはもうフルタイ、いわゆるフルタミオン WD、センターデフがロックしてそのタイトターンブレーキングが出るとかはないということですね。はい、じゃあいきます。エンジンは 2.4 のツインターボで、シーケンシャルターボですよね。ちっちゃいのと大きいのとタービンがですよね。出力が 150kW ですよね。足はちょっと足回りのセッティングは、デリカ D5 さっき乗ったんですけど、それより硬めですね。ここモーグルじゃないですね。なんて言ったらいいんだろう。デコボコうねりですね。はい、もちろん、ノーズをすることもなく、はい、全然もう余裕しゃくしゃくですね、これね。はい、続いてはこれはキャンバー走行。これどれぐらいですか？20度かなりの角度でですよね。はい、ちょっと一般道ではないような、左が上がって、これも全然問題なくクリアですね。これって、デフのロックはリアについてるんですか？はい、リアデフロックっていうスイッチが押したときにリアデフロックをします。はい、はい、なんとなくクリアしてしまいました。続いてこれはロックって書いてありますけれども、玉石といって瓦みたいな感じですよね。はい、そこを入りました。D5 の時はもう全然滑らかさというか当たりの柔らかさが感じられたんですけど、これは多少やっぱり硬めのセッティングですね。そうですね。トラックの荷物を乗せることも考えて、そうですね。はい、終わりました。全然問題なく、ちょっと頭は揺すられますけれども全然快適な範疇、ちょっと振られるかなっていうぐらいですね。アンイーブンサーフェス、これが上下のデコボコというか波打ってる道路ですよね。入っていて、それを乗り越える。下に丸太が入ってるんですか？さっきここでちょっと D5 がねガリッとなったんですよ。ここかな。これは全然ならないですね。全長 5.3 で幅が 1.93 でしたよね。ホイールベースは3メーターぐらいあるんですかね。3.1メーター、3メーター以上あるんですね。130ある。余裕、今のコースでは余裕でした。全然することもなく。はい、モーグルに入ります。
左右互い違いに凸凹になっていて、一定速度維持しながら安定して抜けられますね。結構インドネシアとかタイだとこんな路面普通にあったりもするんですよね。そうですね。奥地の方行くとかなり滑りやすくて、日本だとなかなかこういう道出てこないかもしれないですけど、この車ってアジアとかオーストラリアにも行ってるんですよね。そういうところではこういう道が出てくることもあるということですね。ステアリングも滑らかですよね。普通にちょっとこうキックバックが出るシーンもありますけど、こういうところすごく滑らかにステアリングフィールが感じられますね。車から電動パワーステを採用していまして、電動の、前はじゃあ先代は岩津のいよいよあれでしたよね。ここ下るとこですよね。シャドウはちょっと不明ですけど20度ぐらい。エルディさん、ボタンを押すだけ、なんかそのパネルとかじゃなくて物理スイッチ、はい、押します。それで速度は入ったスピードがそのままヒルディセントのスピードになって、なんかいちいちあらかじめ決める必要がないんですよね。便利ですよね、それは。じゃあ行きます。はい、今ブレーキペダルも離して時速これ何キロですか、1、2キロ3キロですね。ちょっと踏んでみます。スロットル踏んで、そうするとこの4キロぐらいに今なりましたけれども、今1回 ABS 入っただけで全然問題なく普通に下れちゃいます。これ普通に出くわさない車道ですよね。普通に乗って大したもんだと思います。今度は、逆に登ります。これはもうオフにしないでそのまま行っちゃっていいんですか？はい、ウェルデセント。はい。じゃあちょっとこれぐらいで20キロぐらいで一定速で上がっていきます。もうエンジントルクがあるので踏みましたらその分加速するだけで安定しきってます。フレーム付きシャシーでも全然快適ですよね。ソーダもしっかり正確だし、あとエンジンが扱いやすいですよね。これ今こういうとこシーンなので都内で乗るとどうかまた変わってくると思うんですけど、街中とかで。でも全然 5.3×1.93 の車のこう重たいものをのっそり乗るって感じじゃなくて、すごくこうキビキビ走りますね、思ったより。はい、アドベンチャートレイル一周しました。どうもありがとうございました。はい、じゃあ行きます。一般的に考える林道を、キャンプ場までの導入路ですね。乗り心地がやっぱり前回試乗会で感じた時と同じで、やっぱり乗り心地がいいですね。軽自動車としては非常に当たりがなんかマイルドというか、だいぶ乗り心地がいいですね。今リアが浮きました。はい、なるほど。軽自動車だとこういうところでやってもやっぱちょっと行かないですね。行けちゃいますね。しかし、非日常。そうですね。非日常ですね。うわやっちまったっていうようなシーン、こう普通自然界で出会ったら絶対行かないようなところも随分ありましたけど、行けますね普通に。さすがデリカの名を持つだけある。実際今日走らせていただいて、まず乗り心地がいいんですね。オフロードに来た感じがあんまりしないで乗れたという快適性というのが一つありました。気楽に行けてしまう。それがこう安心感だったり、安定感ですね。そうすると、もうちょいアクセルまだ踏んでみようとかね、そういう冒険心というか気持ちにさせてくれる車作り。やっぱり不安があったらね、アクセル踏めないですから、そうですね。そういう意味ではね、やはりその基本性能をしっかり作って楽しく走っていただくために、車をいかに安定させるか。いろんな悪条件の中走る中でですね、どんな条件でも違和感感じなく自然にこの車ってこういう感じで多分動くよねっていう期待値というか予測値に対して裏切らないような車の動き、あるいは乗り心地っていうのが実現できる。
っていうところを目指しています。よろしいですか。 OK はいはい、じゃあじゃあ増岡さんのドライブでトライトンで行ってみます。はい、お願いしはいます。お願いします。楽しんでってください。喋れない。これ車がよく素直に動いてくれるので、 40キロぐらいで喋ってる時の走ってる時の喋りですよね。うわ、コントローラブルですか。そうですね。うわ今ひっくり返ったこと思いましたよ。なんかいやー、片輪で片輪走行しましたね。本当こんな狭い道なんですけど、はい本当こう車が自由自在に飛びます。お願いします。はい、ジャンプします。すごい、何も喋れない。これやっぱモノコックの乗用車じゃあそこまで行ったらもう衝撃壊れちゃうし、はダメですよ駐車できないね。ですもんね。やっうんぱりもう本当にね、どんな天候路面え関係なくどこでも思いっきり走れるし。え、いうことですね。ありがとうございます。ありがとうございました。